皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣韓国の少子化問題がいかに凄まじいものであるかを取り上げていこうと思います。日本においても少子高齢化問題があって、多くの高齢者を支える若者たちがどんどん数を減らしているために、社会構造上若者たちの負担が増大し、多くの若者たちが未来に非常に暗い気持ちになっているという問題があります。一方、日本よりもさらにひどい少子化へと突き進んでいるのが韓国です。少子化問題を語るときに出生率といったどれだけの子供が生まれてくるかを話題にするわけですが、韓国は日本よりも1桁少ないと思った方が良いでしょう。このぐらいのひどさをアメリカのニューヨークタイムズのコラムがまるでペストが蔓延しているかのようだという表現を使いました。一体どのようなことになっているか記事を見ていきましょう。ニューヨークタイムズコラムで韓国消滅化、ペスト蔓延レベルの人口減、2世代後には200人の人口が70人、25人と激減する。放置される高齢者、荒廃した高層ビルが韓国の未来。合計特殊出生率 1.8 人の北朝鮮が南進する可能性も。アメリカのニューヨークタイムズは合計特殊出生率が過去最低となった韓国をペストの流行で人口が大幅に減少した14世紀の中世ヨーロッパに例えるコラムを掲載した。同誌のコラムニストロスダウサート氏は、韓国は消滅するのかと題するコラムで、韓国は先進国の抱える人口減少問題において顕著なケーススタディの対象国だとしつつ、先日発表された韓国の第3四半期の出生率統計を紹介した。統計庁は2023年第3四半期の韓国の合計特殊出生率は 0.7 人で過去最低を記録したと発表した。合計特殊出生率とは、1人の女性が一生の間に産むと予想される子供の数の平均。同氏は韓国の合計特殊出生率の意味について、この水準の出生率が維持される国は200人が1世代を構成するとすると、次の世代は70人に減ることになるとし、このような人口減少は14世紀にペストがヨーロッパにもたらした人口減少をもしのぐものだと説明した。14世紀のヨーロッパにおけるペストによる人口減少数を正確に知ることはできないが、10人中5から6人が死亡した地域もヨーロッパでは少なくなかったと学会では考えられている。同氏は韓国の出生率が数十年間にわたって最近と同様の低水準が続き、人口が数百万人水準にまで減少するとは思わないと述べている。しかし2067年には韓国の人口が3500万人を下回る可能性があるとする統計庁の人口推計を引用しつつ、この程度であっても十分に韓国社会は危機に陥ると指摘している。同氏は高齢者世代はやむを得ず放置され、大量の幽霊都市と荒廃した高層ビルが生じ、高齢層の扶養で未来の見通せない若い世代の移民の動きが現れるだろうとも警告した。韓国が野戦軍の維持に困難をきたせば、合計特殊出生率が 1.8 人の北朝鮮がある時点で南進する可能性もあるだろうとも述べている。合計特殊出生率が世界最低レベルだということには原因があるのですが、それには様々な要因があります。その中の一つとして、若者たちには結婚を考えられるだけの余裕がそもそもないということを取り上げていきましょう。ソウル若者の半分は貧困、足りない生活費は親の支援を受けている。ソウルに住む若者の2人に1人が貧困状態に置かれていることが分かった。特に一人暮らしの若者の資産貧困率は62.7% に達し、生活費が足りないときは主に両親から支援を得ていることが分かった。ソウル市とソウル研究員が19から36歳のソウル居住若者5083人を対象に調査を実施した。それによると、ソウルに居住する若者の資産貧困率は 55.6%、若者一人世帯の資産貧困率は 62.7% で、全体より 7.1% 高くなった。生活費の不足を経験したことがあると答えた若者は 27.7%、生活費が足りないときどのように解決したのかという質問に 41.2% は両親に支援を受け、17.7% は服や預金解約を通じて
解決したと答えた。ソウルの若者のうち、親と同居する若者は 47.5%、単身世帯 34.4%、親と同居の若者の予想独立年齢は平均 30.6 歳だった。年を取るほど独立時期も伸びる傾向を示した。ソウルの若者のうち、働いている者は 65.8%、若者4人に1人 25.6% は仕事もせず、教育や訓練も受けていないニート状態だった。研究員は2021年、2022年の回答を分析比較した結果、いずれの指標も否定的に変化したとし、若者を対象にした所得支援と雇用支援を増やさなければならないと話した。合計特殊出生率が2人を割り込むと、それは夫婦2人に対して子供が2人いないということを意味し、この数値がどんどんと下がってくれば当然のように子供はより少なくなることを意味します。合計特殊出生率が1を割り込むということは、それだけ凄まじい勢いで子供が少なく、それに伴って総人口も当然のように上がってくることを意味します。このようなことになっている背景として今回は、若者たちが非常に貧困に苦しんでいることを取り上げました。韓国においては首都ソウルに非常に多くの人口が集中しており、それに伴って地価は高止まりしています。地価が高いということは、それに伴って賃貸の家賃なども高く設定され続けています。このような状況で、じゃあ地方に移住しようかという動きもないので、若者たちは親元から離れるだけの経済力を得ることもちょっと難しいですし、一人になったらなったで高い家賃に苦しめられて日々の生活に苦労するというわけです。ですから映画半地下といったものも作られて、収入が少ない家族などでは日の目を見ることもできない半地下の生活を強いられるといったこともよくある光景だというわけです。このような生活を強いられている人たちにしてみたら、日の当たる地域に一軒家を持っている人たちはまさに同じソウルに住みつつ全く違う階級の人たちにしか思えないわけです。そしてそのような生活の中で、じゃあ結婚しようといったことも非常にハードルが高くなります。これは若者たちが働くのもちょっと苦しいし、働いたら働いたでやっぱり貧しいしといった上に、さらに追い打ちをかける問題などが韓国にはあります。例えば韓国においては非常に学歴社会が強烈に進んでいて、一流大学と呼ばれるところから一流企業と呼ばれるような会社へと就職しなければ、それだけでもはや人生終わったと言われるようなことさえあります。そしてそのような一流大学、一流企業へと進む道においても、親のコネクションであるとかお金を使った何らかの人脈を生かさなければ、なかなかそうした成功の道も開けないといった絶望的な状況といったものも存在します。さらには様々な障害を乗り越えようと思ったら、今度は男女間における対立といったものも韓国特有の現象として今は結婚の障害として取り上げられることもあります。このようにしてありとあらゆる要素で韓国においては今結婚するのが難しい人たち、そして結婚したとしても子供を持つことを話し合った末にやめようと考える人たちも多いことから、合計特殊出生率が過去最低を記録し続けているといった状況を生み出しています。日本においてはそこまで悪化はしてはいませんが、日本の若者たちもやはり仕事はあるんだけれども、しかし給料が上がるよりも物価が上がる方が早いし、またこれに加えて給料から転引きされる社会保険料の増加といったものもなんとか食い止めてほしいと切に願っています。韓国における人口減少レベルは世界最悪レベルで進んでいますが、ここから日本も教訓を学び、日本の国内政治を改善していかなければ、韓国のことを笑ってもいられないということは注意すべき点でしょう。というわけで今回は韓国の人口レベルがどんどんと下がってくるその要因として、出生率が激烈に下がり続けているといったことを取り上げてきました。この原因の一つとして韓国の若者たちは仕事もないような状態に陥っていて、さらに独立しようにも環境が劣悪すぎるといったことも問題を複雑化させています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなと思うことがあれば、ぜひともスーパーチャットなどもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。